この動画はユビキティの提供でお送りします。こんにちは。一見の事務所は人数が増えてきたこともあってネットワークを増強しています。前回の増強については概要欄にありますのでそちらご覧ください。NAS を入れた動画です。最近動画ファイルのやり取りが特に多くてネットワークの弱さを何とかしたいと思っていたところです。そんな中、ユビキティからちょうどいいタイミングでスポンサー希望の連絡が来ました。なので今日はユビキティの10ギガのネットワーク機材を使って事務所のネットワーク全てを10ギガ対応にします。通常のネットワークだと1ギガが多いかと思いますが、その10倍の10ギガです。ちなみに以前のネットワーク構成をここに用意しました。ONU インターネット会社のレンタルルーター、そしてスイッチとそこに接続される NAS とパソコンです。これ以外にもプリンターとか色々つながっていました。レンタルルーターだとネットワークの通信量が多くなると調子が悪くなることが頻繁にありました。具体的に言うとネットが落ちるというかパケ詰まりになるというか通信がスタックするみたいなイメージです。突然外部と繋がらなくなってルーター再起動ということが頻繁にありました。今回はルーターとスイッチの部分にかなり強力な機材を入れたのでそういったことはもう起こらないはずです。無線のアクセスポイントも以前はレンタル品使っていて結構弱かったのですが、今回かなり強力なものを2台入れてます。というわけで早速導入する機材を見ていきます。早速今日使う機材を紹介していきます。ちなみに使っているものは全て概要欄にありますのでそちらを確認お願いします。これが今回の構成です。ルーターとスイッチ2つ、そして無線のアクセスポイント2つです。まずルーターから見ていきます。ドリームマシンスペシャルエディションです。10GB SFP プラスと 2.5GB RJ45 の1ポートです。それと 10GB SFP プラスと RJ45 の LAN ポートがあります。この RJ45 については2つが PoE プラス、残り6個が PoE です。なので無線アクセスポイントはこちらの PoE で給電します。価格は 9.5 万円です。ちなみにこの真ん中の部分、スロットがあって HDD、SSD が入るようになっています。そして次はこちら 10GB 対応の SFP プラス接続の L2 スイッチです。こちらは主に光接続する機器の接続に使います。5万円なのでそこそこ安いかなといったところです。そして次、一番下にある L3 スイッチのエンタープライズ XG24。全24ポートが 10GB 対応のスイッチです。これが一番高額で24万円します。これは主にパソコンに接続するために使います。そして無線アクセスポイントです。今回事務所の端っこと端っこに1台ずつ置くために2台用意しました。一つが Wi-Fi 6E 対応で、1が 2.5GB 対応の U6 エンタープライズ。もう一つが Wi-Fi 7対応の超最新機種の U7 Pro です。今回のドヤ顔ポイントですが RJ45 接続も使いますが光ファイバーでの接続を多用しています。ユビキティ製品全般に言えることですが品質や性能は高いのになぜか価格は安いです。つまりコスパが相当高くなっています。こういった機器本体も安いのですが周辺で使うトランシーバーなんかも結構安めになっています。例えばこちらの 10GB の光トランシーバー見てみると2個入りで7200円程度です。こちらのユビキティ製品がお買い得なだけで SFP プラスのトランシーバーは普通に買うともうちょっと値段します。こんな感じでネットワークを作るための機材が大方揃いました。総額45万円です。今回これらの機材以外に元々あった既存の設備、それらについても更新と改造を加えることにしました。まずこちら 10GB のネット回線を入れました。今回ネットワーク機材を増強するにあたって 10GB 回線を新しく引いています。もともとは 1GB 回線を使っていました。やるからには徹底的にやっていきます。こちらの NAS にはもともと 10GB のイーサーネットアダプターをつけていましたが、今回全て光で接続するためにネットワークカードを新しく入れることにしました。こちらです。デュアルポートの 25GB ネットワーク拡張カードです。これが意外と高かったですね。オリオスペックで購入して約7万9000円です。こんな感じで NAS に取り付けます。今入れた拡張カード、LAN ケーブルが刺さらなくて SFP ポートタイプです。なので、ファイバーケーブルを使って接続するためには SFP から光に変換するための光トランシーバーが必要です。このように SFP ポートに光トランシーバーを挿して、さらにそこに光ファイバーケーブルを接続するような構成です。いいですね。
ちなみにこちらの拡張カード SFP ポート2つあるので、このようにトランシーバーを2つ接続して、そして追加でファイバーケーブルも入れられます。スイッチの設定でポートトランキングをすれば 25GB プラス 25GB の最大 50GB で通信可能です。ただこちらの NAS で 50GB の通信というのはかなりオーバースペックというか正直できないと思います。ただこんなこともできるよという紹介です。こんな感じで NAS に拡張カードを入れて高速で通信できるようになりました。ただ NAS の場合、ネットワークの速度というよりかはストレージ側の速度がボトルネックになることが多いかと思います。実際この NAS もそうです。というのもこちらのストレージの部分にハードディスクを使っているからです。なので NAS には SSD を追加で入れています。実はこちらの NAS、SSD を追加できるスロットがマザーボード上に2つあります。動画のやり取りの作業などは全て SSD 上でやっています。非常に高速かつストレスない作業ができます。こちらの SSD についてもそのうち NAS 用の専用品に取り替えたいところではあります。早速組み立てていきますが、今回はこちらのメタルラックに全部入れていきます。よいしょ。結構重いですね。まずはこちらのルーターとスイッチの3兄弟です。あとはこちらの NAS もここに置いてしまいます。よし、入りました。いろいろと接続していきます。まずこちらが ONU です。ネットが来ているところです。ここから生えている LAN ケーブルをまずルーターに接続します。もし使っているネットが 1GB ならこちらの RJ45 のポートにインターネットを挿せば OK です。ですが今回は 10GB のネットを使っています。こちらの RJ45 と SFP ポートを変換するコネクターをですね、ここに、そしてそこに 10GB のネットをつないでしまいます。これで今 10GB のネットがルーターに来ている状態です。次はこちらの無線アクセスポイントを入れます。広い範囲でかつ高速に使いたかったので今回2台導入します。ちなみに2つとも PoE 給電の専用品です。U6 エンタープライズと U7 Pro です。U7 Pro は Wi-Fi 7に対応しています。2.5GB でアップリンクです。こちらまだ日本では発売していないので、技的の特例申請を出しています。今のところ Wi-Fi 7に対応しているクライアントが少ないので、今回はとりあえずの導入といったところです。そしてもう一つのアクセスポイント、こちらが U6 エンタープライズです。Wi-Fi 6E に対応しています。こちらも 2.5GB でアップリンクします。ただ今回はルーターとの接続が 1GB なので、この 2.5GB の速度は実は活かせないんですね。ちょっともったいないかなと思います。でもし 2.5GB で使いたい場合は ProMax24PoE という L3 スイッチがありますので、そちらを使ってみると良いかもしれません。こんな感じでアクセスポイント入りました。次はこちらの L2 スイッチにルーターと L3 スイッチ、そして NAS を接続していきます。10GB の SFP プラスが3ポートあるので、こちらトランシーバーを全部入れてしまいましょう。はい、カチャカチャカチャと入りました。ルーターと L3 スイッチも同じように光トランシーバーを挿してしまいましょう。まずこちらのルーターと、そして今触ってきた L2 スイッチです。そして次一番下にある L3 スイッチと、そして今まで触ってきた L2 スイッチに接続します。はい、そして最後3つ目ですね。こちらは何に接続するかというと、これは一番下にある NAS に接続します。こんな感じでルーター、L2 スイッチ、L3 スイッチ、そして NAS には全部光接続を採用しています。なかなかね、変態な構成かと思います。ちなみに今回 L2 スイッチ SFP が8ポートのものを使いました。上位機種でハイキャパシティアグリゲーションというものがあります。10GB SFP プラスポート28個、25GB SFP28 が4つというものもあります。業務で使っている人、ぜひそちらも検討してみるといいかと思います。そして最後 L3 スイッチです。これは主にパソコンと接続するために使います。10GB の RJ45 ポートが24個ついてます。これについてはつなげば普通に使えるので特に話すことはないですね。今回オール 10GB の構成にするためにパソコン側にも 10GB のネットワーク拡張カードを入れました。こちらです。1万円くらいで購入可能なので結構おすすめです。
ちなみに今回の接続図はこんな感じです。ルーター L2 スイッチ、L3 スイッチです。ルーターには PoE のアクセスポイントと L2 スイッチがつながります。今回はルーターにアクセスポイントをつないでしまっていますが、本来であれば L2 スイッチ、L3 スイッチあたりに PoE 給電に対応したスイッチを使うのがスマートな構成かと思います。L2 スイッチは光接続だけにしました。NAS と L3 スイッチ、そしてルーターを接続します。L3 スイッチには PC などをつなぎます。こんな感じで全て10ギガ以上の速度で繋いだ通常の10倍の速度の10ギガネットワークが完成しました。いろいろな拡張カードであったりトランシーバー類なんか入れるとだいたい50万円ぐらいします。今回はこちらの構成で組んでみましたが、YubiKeyti製品やはりコストパフォーマンスかなり高いです。これ案件抜きにしてもかなり高いと思っています。なので小規模から中規模くらいの企業ならかなり良い選択肢になるかと思います。今回の構成はそこらの中小企業と比べても遜色ない出来かと思います。企業によってはこちらの構成の方が強いまでもあるかもしれません。この動画を見ているネットワーク担当者の人はですね、ぜひ YubiKeyti も検討候補に入れてもらえればと思います。では早速電源を入れていきます。ポチッと。ここからはネットワークの設定であったり速度測定をやっていきます。で、まず UnifyOS の画面を開きます。こういった YubiKeyti 製品に搭載されている管理画面のようなものです。こんな感じで UnifyOS がホストできるデバイスがこのネットワーク上に1台でもあれば、ブラウザからポチポチするだけでですね、いろいろ設定ができてしまいます。今回のネットワーク構成がこんな感じで見えます。どのデバイスをつないでいるのかとか、どのデバイスがどれくらい通信をしているのかなどです。私ですね、ネットワークのことについては全然詳しくないんですけども、結構使いやすいと思います。またリモート管理などがライセンス不要でできるというのも良いです。普通はお金かかることが多いですからね。年間のランニングコストがぐっと下がるので、他の企業と比べた時にだいたい3分の1くらいの導入コストで済みます。ちなみに YubiKeyti の機材面白くて AR 機能が使えます。こんな感じでスマホアプリで読み取ることができます。どのポートに何の機材が接続されているかというのが一目でわかります。一件レベルの小規模事務所ならそこまで必要性は薄いのですが、例えば何階にも分かれてネットワーク設備があるような事務所なんかはこの機能かなり役立つかと思います。上司担当者に専用スマホを用意してもらえるかが鍵ですが、なかなか面白い機能です。ここでちょっと問題が発生しました。10ギガのネット回線と相性が悪くて今 IPv6 のサイトとしか繋がらないという問題が発生しています。近年 IPv4 アドレスの枯渇を背景に IPv6 への切り替え導入が進んでいますが、既存の IPv4 サーバーには互換性がないので基本的には接続できません。このため IPv4 over IPv6 のように変換してくれる仕組みを通る必要があります。日本では特に MapE と DS ライトを提供してくれるプロバイダーが多いかと思います。YubiKeyti も去年からトランジックスに対応したと発表しています。これに飛びついた一般のご家庭ユーザーもかなりいるかと思います。今回試しに1件もトランジックスに対応しているプロバイダーを使ってつなげてみましたが、相性が悪くどうもうまくいきませんでした。IPv4 のサイトにはつながりませんが、IPv6 のサーバーにはしっかりと出られているといった状況です。こんな感じで YouTube にも問題なくつながっています。YubiKeyti 担当者の話ですと2024年内には対応するといったことなので、今後のアップデートに期待しています。こんな状況ですから今1ギガの回線と10ギガの回線2つ契約しています。ちょっといろいろ試してみたのですが、この10ギガのルーターの上にさらにもう1個ルーター、ダブルルーターみたいな感じで接続すると、これでも問題なく接続できます。なので1ギガの回線はそろそろ解約予定です。ここからは速度検証をしていきます。まずパソコンと NAS の間の通信速度を iPerf3 で測定します。実際に動画データをやり取りするときとか、そういったときにちゃんと速度が出るかを想定した試験です。では行きます。普通にトランスファー早いですね。1000以上だいたい出てます。はい、終わりました。このように10秒間でトランスファーは 9.77GB、対キャバは 8.39GBps でした。ネットワーク速度の上限より少し遅いですが、このくらいかなといったところです。iPerf3 を使ってしっかりと速度が出ていることは分かりました。次は実際の動画データを使って NAS とパソコンの間でやり取りしてみます。まずはパソコンから NAS にデータを移動してみます。はい。どのくらい速度が出るのでしょうか。
だいたい700から500ぐらい速度が出ています。こちらのタスクマネージャーの画面見てみると、だいたい 6GBps ぐらい出ていますね。実用上かなり速い速度は出ているかと思います。データ 30GB ほどあったのですが、結構速いですね。こんな感じで速度低下ほぼほぼすることなくずっとデータを送り続けています。やっぱり 10GB 回線プラス NAS に SSD が入っているのでかなり速いですね。いいです。で、お次は何をするかというと、NAS からパソコンの方にデータを移動してみます。はい。こっちはかなり速いですね。速度ですが、だいたい毎秒 1GB 出ています。こちらのタスクマネージャーを見ても、ほぼほぼ上限の 9.7GB とか出ていますね。超速いです。たまにですね、こういう風に速度が落ち込むところがありますけども、それでも速度ほぼほぼ上限に張り付いています。めちゃくちゃ速いです。追加検証でクリスタルディスクマークから NAS を指定したベンチマークもやってみました。結果はライトが 700MB/s、リードが 1180MB/s でした。先ほどとほとんど同じ結果です。ちなみに 1GB 接続のネット環境の場合、ドライブの性能に関わらず 125MB しか出ません。これだけほぼほぼ 10GB に近いような速度が出ていますので、NAS の SSD 化、そして 10GB ネットワーク様々といったところです。正直かなり満足しています。恒例のスピードテストもやってみます。外部との接続の速さを測ります。大変残念なことに、スピードテスト .net は繋がりませんでした。IPv4 のサイトみたいです。ですので今回は fast.com でやってみます。こんな感じの速度ですね。やっぱりですね、外部のネットと接続するのはその時々の環境であったりだとか、あと今時間帯が結構遅くて夜の9時とかに撮影してるんですけども、それも影響していると思います。こんな感じで 10GB の回線を使ってるんですけども、1.3GB しか出ていません。なのでネットの速度が遅い時というのは 10GB 回線の恩恵を受けることはできなさそうです。ベストエフォートって呼ばれるやつですね。念のため Google のスピードテストも試してみます。こんな感じですね。早いですね。3ギガ出てるので普通に使う分には早いですけど、やはり10ギガの速度はなかなか出ないようです。ベストエフォートですから。一応スマホでの速度測定もやってみます。はい。結構早いですね。600台後半メガ bps 出てます。アップロードも早いです。だいたい500といったところですかね。速度が出ました。ダウンロードが 694MBps、アップロードが 523MBps です。下手な有線接続よりこちらの方がよっぽど速いですね。今回ネットワーク設備をかなり増強したので、せっかくならということでこちらの UPS を導入しました。これめちゃくちゃ重いです。オムロン製の鉛蓄電池タイプの UPS です。リチウムイオンバッテリータイプもあったのですが、燃えるものをこの室内に置きたくないということで、今回は鉛蓄電池式を採用しています。UPS の方式としてインバーター方式、LINE インタラクティブ方式、あと常時通電方式とかいろいろありますが、今回は LINE インタラクティブ方式を選びました。LINE インタラクティブ方式なのでファンは常時動かないかなと思ったんですけども、なぜかファンが常時動いています。結構うるさいです。こんな感じの冷却ファンの音が聞こえてきます。想定していたよりかは音は大きいです。では実際に試してみます。今 NAS にコンセントをつないでいるのと、あと分かりやすさ重視のために白熱電球を接続します。眩しいですね。これが UPS のコンセントですが、このように電源をぶち抜いても NAS の電源は落ちません。白熱電球の方を見てみると分かりやすいのですが、一瞬だけ瞬停みたいな感じで電気が止まるんですけども、これはですね仕方のないことですね。だいたいこういった装置はですね20ミリ秒くらい瞬停には耐えられるようになっていますので、このように電源をぶち抜いて瞬停が起こったとしても装置は問題なく動作し続けます。というわけで今日は Ubiquiti の機材を使って10ギガ対応の高速ネットワークを構築してみました。この動画を作成する6ヶ月くらい前から Ubiquiti の機材実は使っていたのですが、特に問題なく動作しています。非常に安定的です。性能も問題ないですし、管理画面の使いやすさも私レベルのネットワーク初心者でも問題なく使いこなせます。パフォーマンスについても今回のような大容量のデータをやり取りするような使い方でも問題なく使えます。そして何よりコストが安いです。コストパフォーマンスは非常に高くなっています。職場のネットワーク担当の方、ぜひ Ubiquiti検討してみてはいかがでしょうか。
今回使った機材は全て概要欄にまとめています。そして YubiKitty の Twitter アカウントもあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。ちなみにですね、今回はほとんど業務用機材みたいな感じだったのですが、一般の人が使うレベルの機材も YubiKitty 出しています。ちなみに一見の家ではドリームルーターと U6 ライトのアクセスポイントを使ってネットワークを構築しています。そういった一般ユースでの使い方もですね、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。最後になりますが、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もあります。そこでしか出さない情報やセール情報などを配信していますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。皆さん、今年もテクノフロンティアの季節がやってきました。2024年7月24日から26日の間、東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のメカトロニクスとエレクトロニクスの専門展示会です。一見は最近毎年参加しています。今年はテーマごとに22の展示会が同時開催されるほか、各種講演やセミナーなど無料で参加できます。なんと一見は今回テクノフロンティアの主催者である日本能率協会から公式アンバサダーに任命されました。主催者セミナーへの登壇のほか、一見ラウンジと題した対談企画を絶賛準備中です。こちらの対談企画ですが、他ではまず見られないものとなっています。というのも、日本国内外のオシロスコープ電源メーカーの担当者を一堂にお招きして、一見が1対1で対談するという超レア企画になっているからです。正直、テクノフロンティアだけでしか見られません。メーカーの R&D、設計、製造担当、あとは学生さんの方、ぜひテクノフロンティア2024へお越しください。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。